はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、難しい本って読む意味あるのっていうのについて、ちょっとお話ししていこうかなと思います。今回ね、お話しする難しい本っていうのがですね、いろんな種類の難しいあると思うんですよ。例えばですね、こういうブルーバックスさんみたいな、知識としてちょっと難しい話っていうのがあるんですよね。量子コンピューターだったり、熱力学っていう。今回そういうね、知識として難しい話っていうのは、ちょっとね、置いといて、そうじゃなくてですね、文学として、小説として、難しい、なかなか理解しにくいものですね。例えば僕で言うとですね、川端康成さんの雪国がですね、あれ読んだんですけど、あれはね、本当に何だったんだろうってぐらいに全然わかんなかったですね。何を伝えたいのかもわかんなかったし、なんか自分の心に残ったものあるかって言われると、ほとんどね、なかったんですよね。それぐらいにやっぱりね、全然理解できなかったお話。そういうね、すごい抽象的すぎるとか、もしくはその文学的に高い評価を受けてるけども、やっぱりなかなかね、理解するのが難しいっていう本、そういう本を読んだ方がいいかっていうのについて、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、最初にね、もう本当に当たり前な結論を言うとですね、読書ってのはね、もう人それぞれです。好きにやったらいいっていうだけですね。もうそんなの当たり前なんですけど、読書っていうそもそもがね、趣味の話なんで、趣味で、じゃあわざわざ難しい話を取り組むか、もしくはやっぱ楽しい小説読むかっていうのは本当に人それぞれの自由なんで、全然好きにしたらいいと思います。でもそれだけだとね、ちょっと物足りないんでね、今回お話しするのがね、じゃあ僕はなんで定期的にね、僕は難しい本とか、名著って言われてるけども、ちょっと古い本で、なかなか手がつけづらいような本も定期的に読むようにしてるんですけども、その時のね、どういう気持ちで読んでるかっていう、どういう考えで読んでるかっていうのをね、紹介しようかなと思います。難しい話を読んでるとね、結構モチベーションも下がってきますし、なかなかね、理解できなくてつまんないっていう風に感じるんですけども、そういう時でも少し背中を支えてくれるような考え方になるかなと思います。そういうね、考え方が僕はね、2つありまして、1個目がですね、そういう難しい話を読むときに、アインシュタインの名言、残した名言をうまく拡大解釈して、それでね、自分の心をね、保ってる、モチベーションを保ってるんですけど、その名言がですね、アインシュタインが教育について語った名言でして、教育とは学校で教わった全てのものを忘れてもなお残ってるものっていうふうに、そういう名言を残したんですよ。つまりはですね、学校の先生から教えられたことじゃなくて、生徒自身が学んだことが残るよねっていうことで、それが教育っていうか学びだよっていう風な意味を言ってるんですよ。それをさらに拡大解釈して、その難しい話は自分っていうフィルターを通すみたいな話なんですよ。で、やっぱり僕みたいにね、あんまり教養がないと、フィルターの目がすごい粗いんで、もうほとんどのものが通り抜けていくと。でもそれでもやっぱ何かしら自分の心にね、フィルターに引っかかるものが出てくるんですよ。その残ったものに目を向けてですね、大事にしていくっていうのが1個目の考え方でして、結局ね、自分が読んで、理解できなかったとか、わけわかんなかった。で、記憶から、ね、どんどん消えていくものは別に気にせずに、自分に残ったものだけを大事にしていく。そういうのに向き合っていくっていうのが僕のね、考え方でして。あとは自分のね、その時の知識レベルっていうか、教養とかも、もちろん関わってくるんですけども、教養がある人が読んだら多分理解できるかなっていうものでも、別に、じゃあ教養を身につけてから読もうっていうわけじゃなくて、今の自分に引っかかるものだけでいいやと、それだけ吸収できればいいかなっていう風な考えがね、もう本当にね、軽い気持ちでいつも読んでますね。やっぱりね、教養が身についてからってなるとね、いつまで経っても読めない気がするんで、もう読んじゃえっていう風な考えで、読書もですね、一種の経験だと考えて、何かしらの経験をしましたと。で、それが別にそんなに自分の身にならなかったよ、ためにならなかったよってのであれば別にそれでもいいし、で、何かしらちょっと残ったよってものであれば、それは一つの自分の財産っていうか経験になっていくので、ね、それでいいのかなっていうふうに思ってます。で、2つ目がですね、自分の難しい話を読んでる時の心の支えとしてはですね、生物学的な免疫機能とね、結構同じような考え方を持ってきてて、例えばですね、2冊本があったとしますね。例えば、1冊が100%自分が理解できて、自分がすごい楽しめる本。でもう1冊が半分も理解できないし、そんなに面白さがわからないような本。この2冊がね、あった時に、もちろんね、読書っていうのは趣味だし、楽しむべきものだから、100%理解できて楽しい本っていうのも、もちろん僕はね、好き好んで読んでるんですよ。でもそれと同時に、それと同じぐらいですね、たまには自分の理解の範疇を超えたものを読むっていう、摂取するっていう風な考え方で、難しい本にね、手をつけてるんですけども、どういうことかっていうと、要は自分が100%理解できるものっていうのは、自分の成長がないんですね。
だって今の自分の状態全てを理解できちゃうわけですから、新たなものを自分が取り入れる必要もないし、学ぶ必要もないってことなんですよ。でも一方で、わけのわからない、自分の理解の範疇を超えてるものに触れると、やっぱりそれを理解しようっていう働きが出てくるし、あとはですね、自分のね、心の金銭かな、振動したことがないような金銭に触れて、新たな自分の一面を知ったりとか、自分の気持ちを知ったりっていう風なことにもつながるので、やっぱり今の自分にあるものだけじゃなくて、自分にないものに自ら触れに行って、自分のね、心の成長とかもね、見込めるかなっていうことで、定期的にそういう難しい本をね、読むようにしてるんです。要はですね、楽しい趣味としての読書にあるまじきことなんですけども、いわばストレスなんですよね。自分の理解できないものに触れに行くわけですから、ストレスなんですよ。でもそのストレスによって、今度自分自身が成長していくことにつながるので、定期的にストレスを与えて、それで自分が成長してくれればいいかなっていう風な考えでですね、なので、この2つの考えですね。1個はポジティブ。自分に残ったものだけでいいやと。それだけ理解すればいいっていうものと、もう1個はですね、理解できない、自分の理解の範疇を超えたものを触れに行って、自分がストレスを受けるっていう。で、それによって自分を成長させるっていう意味合い。この2つがですね、すごい大きいかなと。あとはですね、やっぱり見えっ張りな部分もありますね。やっぱ、名著って言われてる本、いろんな人から評価を受けた本ってのを、やっぱ自分も読んでみようって、自分も読んで、このすごい本読んだんだよって、全然わかんなかったけどね、みたいな、そういう話もね、できたらいいなってことで、やっぱ見えっ張りはもちろんありますね。なので、本当はですね、3つですね。見えっ張りと、経験として自分に残ったものだけを大事にしていくっていうものと、最後はストレス、免疫体制を立てるってことで、自分自身を成長させるために、ストレスを与えるっていう、この3つの考えですね、僕は結構難しい本を定期的に読むようにしてますね。ただやっぱりね、最後の考え方ですけども、ストレスってのも与えすぎても良くないんで、本当にもう心が疲れるような話ばっかりを読んでても、こっちがね、めいっちゃうんで、基本的にはやっぱ楽しいと。読書っていうのは楽しいものだけども、でもそれにプラスして、まだ自分の理解の範疇にないものを触れに行くっていうのも、大事な考え方かなと思いますので、ぜひですね、難しい本挑戦してみようかなっていう人はですね、僕としてはやっぱりぜひ挑戦してみてほしいなと。で、全然つまんなかったっていう風な感想もね、多分あると思うんですよ。全然僕もね、そういう経験あるので。でもやっぱそれも一つのね、思い出だったり、自分の成長にもつながったかなって、今だったら考えられるので、ぜひ、まだ難しい本をチャレンジしてない人は、チャレンジしてみるのもいいかなと思います。はい、それではですね、今回は、難しい本って読む意味あるのってことについて、自分なりの考えをね、紹介させていただきました。参考になったら嬉しいなと思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。